皆さんこんにちは、マジパンです。今日は私の一番お気に入りのアップルパイのレシピを紹介します。フランスのインビジブルパイです。なぜインビジブルと呼ばれているか、それは完成したパイの中にほとんど生地がありません。リンゴだけが美しく重なり合っているかのようになっているからです。リンゴの果汁を混ざった生地はカスタードのような状態になります。生地を作るために深いボウルに卵2個を入れます。そこに塩と砂糖を加えます。バニラエッセンスを少量加えて香りをつけます。ミキサーを使ってふわふわになるまで泡立てます。その後は牛乳と溶かしたバターを加えます。牛乳ではなく豆乳やアーモンドミルクにしても良いです。ちゃんとミキサーで混ぜます。最後は小麦粉とベーキングパウダーを加えて混ぜ合わせます。これで生地は完成です。パンケーキの生地のようになっています。その後はリンゴの準備をします。お好みの方法でリンゴの皮を剥いて種を取り出します。リンゴを半分に切って薄切りにします。できるだけ薄くスライスすることが重要です。そうしないとケーキが柔らかくならないからです。スライサーを持っている場合使ってください。スライサーを使った方が簡単に厚さが均一にでき、時間も大幅に短縮されます。リンゴと生地を混ぜ合わせます。一切れずつリンゴのスライスが崩れないようにゆっくり生地に入れることが大切です。そうすることで生地にリンゴの果汁が染み込んで、そして最終的にはクリームへと変化します。ボウルの中にリンゴのスライスが少ないうちはヘラを使ってもいいですが、数が多くなるとリンゴのスライスを崩れないように混ぜるのが難しくなるので、手で混ぜることをおすすめします。生地を流し入れる容器を準備します。耐熱性であればどんな形でも使えます。容器に少量の油を塗ってからベーキングシートを敷きます。そうすると完成したパイを容器から外すのが簡単になります。先に生地からリンゴのスライスを取り出し容器に入れます。手でつかみ入れるのが一番簡単な方法です。リンゴのスライスは適当に入れても大丈夫です。焼き上がった時にリンゴが勝手にきれいな層になっています。最後は残りの生地を注いで容器に平らになるように整え、気泡を追い出すために容器をテーブルの上で数回叩きます。
180度に予熱したオーブンで30分焼きます。時間が経ったら一度オーブンから取り出してアーモンドフレークを適量振りかけます。で、オーブンに戻してさらに20分焼きます。これで出来上がりです。完全に冷ましてから容器から取り出すことが大切です。粗熱が取れてから1時間ほど冷蔵庫に入れて冷やすとさらに良いです。焼きたてのパイは柔らかすぎて崩れやすくなります。中身はこんな感じです。リンゴを適当に入れましたが、このように美しい層になりました。外側は美味しそうなきつね色に焼けて、中はまるで生地がなくなったようで、代わりにバニラカスタードクリームになってしまったかのようです。柔らかいリンゴと相まってとびきり美味しい。断面はミルククレープのようですが、より簡単な、より健康的なパイです。リンゴの層が本当にクレープのようになっています。すっごく柔らかい、口の中に溶けていきます。ちなみにこのケーキは2日目に食べるとさらに美味しくなります。だから夜に作っておけば激美味しい朝食にすることができます。この魔法のようなパイを作っていただき楽しんでもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。